はい、皆さんこんにちは、キムです。今回は全ビルドの選手パッシブの数値についてご説明していきたいと思います。はい、昨日ね、アップデートの件でいろいろとゴダゴダあったかと思うんですけど、基本的にマネージャーとか監督パッシブの件についてなので、一応ね、選手に関してはいじられることはないかなと思っている、願っている部分ではあるので、今回この動画をご紹介していきたいと思います。はい、どのみち選手の厳選っていうのは必要になってくるので、この動画見て参考にしていただけると幸いです。はい、今回がね、全ビルドのパッシブについてご紹介していくんですけど、まずそちらのビルド別のパッシブについてね、簡単にご紹介していきたいと思います。わかる方に関しては飛ばしてもらって大丈夫です。はい、じゃあまずビルドごとのパッシブって何なのかっていう話なんですけど、一応この風丸を見てもらったらわかると思うんですけど、はい、この風丸がね、正義ビルドになってるんですけど、この2つですね、下の2つ、敵のファール時、絆パワー上昇っていうところが、正義ビルド特有のパッシブになってるんですよね。はい、でビルドでね、厳選していくっていう形になると思うので、基本的にこの2つのパッシブ、下の2つのパッシブっていうのは結構一番重要かなと思っているんですけど、この風丸ちょっとね、見てもらったら分かる通りに、絆パワー上昇 6%、と 7% っていう数値が違うんですよ。で、大体ね、各ビルドに対して4つから5つぐらいの中から2つつくっていうような形になるんですけど、はい、その中でも、数値が高いものと低いものが存在していて、はい、これがね、同じパッシブがついたんですけど、絆パワー 7% と 6% っていうところで、高いものと低いものがついてるような形になります。はい、で厳選においてね、一番大事なのが、この高い数値で出すっていうのが一番大事かなと思っていて、はい、で仮にね、これを11人につけるって考えたら、1人 1% ずつぐらい変わってくるので、11% 変わってくるんですよね。はい、組み合わせとかはあるので、完全に同じにした方がいいっていうわけではないんですけど、基本的にね、同じにすることが多いと思うので、同じの場合は同じパッシブをつけた状態でどっちも高い数値を出すっていうのが一番いいような形になってます。はい、で今回はね、この絆パワー上昇のところで一応比べたんですけど、はい、例えばさっき赤で見てたと思うんですけど、今回金ですね、金の風丸で見てみると、はい、こんな感じで、はい、さっき 6% と 7% だったのに、今回は 5.5% なんですよね。はい、でこれに関してはレア度を上げると、数値も上がっていく部分になるので大丈夫なんですけど、各レアリティによってもね、数値っていうのが違うんですよ。なのでどの数値が最高値なのかっていうのが各レアリティによって違うので、はい、なので今回はね、その各レアリティごとにどの数値が一番いいのかっていうのをパッシブごとにね、全部記載したので、そちらを一緒に見ていければというふうに思ってます。はい、でね、上3つも一応厳選した方がいいっちゃいいんですけど、上3つに関してはね、キャラによってこのパッシブが出る出ないとかあったりとか、下2つ揃えた上で上も厳選するっていうのはね、かなり大変かと思うので、一旦ね、まだ厳選してない方とかに関しては下2つをとりあえず揃えることを目標にやってもらったらいいかなと思います。はい、ということで早速ね、正義ビルドからやっていこうかなと思います。はい。で、正義ビルドに関してはこんな感じですね。はい、で基本的にこの正義ビルドに関して、さっき絆で説明しちゃったんですけど、もう使うものって基本的に一択だと思っていて、はい、一番上のこのファールを取られるまでチームの ATDF 上昇っていうところが一番使う部分だと思うので、基本的にここを厳選するっていう形になります。はい、で味方に関しては、左にねパッシブ名が書いてあると思うんですけど、各レアリティですね、赤がレジェンダリー、金がトップレアみたいな感じで各レアリティごとに並べてるんですけど、この 2% ですね、この赤くなっているところが最高値の数値っていうことになるので、例えば 1.5%、このチームの ATDF 上昇 1.5% っていうのが出たら一応低い数値っていうような形になってます。で、それは横も一緒ですね。金も一緒で 1.3% だと低い、1.8% だと最高値っていう感じになります。はい、なので金のね 1.8% を引いたら赤に進化させれば 2% になるっていうような形ですね。はい、で仮にね緑で引いた場合も同じですね。緑の 1.5% を引いたら赤にしたら 2% になるっていう感じなので、どの色で厳選しても大丈夫かなと思うんですけど、あんまり低いレアリティで厳選しちゃうとビーンズかなり使うと思うので、金か紫かあたりでやるのが一番いいかなと思います。はい、なので正義ビルドで厳選したい方は、この表を参考にしてやってみてください。はい、じゃあ次がね、テンションビルドに関してですね。テンションビルドに関してはね、結構幅広く使われるかなと思うので、結構どれも重要かなと思います。はい、で、左に書いてるね、この3つ目ですね。フォースクって書いてあるのは、フォーカスとスクランブルですね。もうちょっと略して書いちゃってるんですけど、はい、基本的にこの色が塗ってある数値が出れば一番いいレアリティっていうような形になります。はい、で、フォーカススクランブル、3つ目ですね、のフォーカススクランブル勝利時の獲得テンション上昇に関しての緑ですね、に関しては、ちょっとね、結構開けてみたんですけど、3% しか出なくて、
はい、なので、緑に関しては3%、どっちも 3% じゃないのかなっていうふうに思ってます。はい、厳選する方は少ないと思うので、いいとは思うんですけど、ちょっと分かる方いればコメント欄で教えてほしいです。はい、で、その下ですね、その下のパスアウト時のドレイン上昇っていうところの青に関しても、基本的に 20% しか私の場合出てこなかったので、はい、ちょっとここも分かる方いれば、ぜひ教えていただけるとありがたいです。はい、じゃあ次がカウンタービルドについてですね。はい、でカウンタービルドに関しては、このボール取った後15秒間シュート AT 上昇っていうところが一番重要かなと思うので、はい、基本的に皆さんここをやっていくのかなというふうに思ってます。はい、見方に関しては先ほどと一緒なので、カウンタービルドを厳選する方は、ぜひスクショとかして保存してもらえると嬉しいです。はい、あと、カウンタービルドに関してはこの3つ目ですね。ボール奪還後15秒ディフェンスミッドフィルダーの ATDF 上昇っていう書いてあるんですけど、基本的にこれ別枠ですね。本当はディフェンスとミッドフィルダー別枠であるんですけど、ちょっとめんどくさいのでまとめちゃったっていう感じですね。数値も一緒なので。はい、なので、カウンタービルドに関しては5種類の中から厳選していくっていう感じになると思うので、他のビルドよりもちょっと大変かなというふうには思います。はい、じゃあ次がね、ラフプレイに関してですね。ラフプレイビルドですね。はい。で、基本的に一番つけたいと思うのが、ゾーンエリア外でのファウル率減少っていうところだと思うので、この数値参考にして厳選してみてください。はい。あとはダッシュで吹き飛ばした時のテンション上昇っていうところも結構大事かなと思うので、この辺ですね。この上の2個あたりっていうのは結構厳選する方多いのかなと思います。はい。じゃあ次は必殺ビルドに関してですね。で必殺ビルドに関しては、基本的にこの一番上の必殺率上昇っていうところが、必殺ビルドを使う上で一番肝になるかなと思うので、はい、この数値参考にしてやってみてください。はい、もしちょっと抜けとか間違いとかあったらコメント欄で修正してもらえるとありがたいです。はい、じゃあ最後に絆ビルドについてですね、ご紹介していきたいと思います。はい、絆ビルドに関しては、一番上と2個目ですね、パス G 獲得絆パワー上昇っていうところと、20%以上のダイレクトシュートの上昇っていう感じですね。はい、で、一番下に関してですね、スクランブル敗北後の絆パワー減少っていうところなんですけど、これね、ちょっとどの色も同じ数値が出るんですよ。なんで、これに関しては高いとか低いとかないかなとちょっと個人的に思っていて、はい、これに関しても、ちょっと別の数字出た方に関しては教えていただけるとありがたいです。スカウトしたキャラとかはね、たまに違ったりするみたいなんですけど、スカウト以外のキャラで、ちょっと違う数字出た方、あとマネージャーとか監督以外ですね、の選手キャラで出た方、ぜひいたら教えていただきたいです。はい、ちょっとね、昨日の件もあって、数値がわからないとビルド決めれないっていう方も結構いらっしゃると思うんですけど、はい、キャラをね、2、3体育成しておく分には全く問題ないと思いますし、今後ね、少し楽になる可能性もあるので、ぜひこの数字ね、参考にして厳選してみてください。はい、上限設けられるので、選手の数値っていうのは変わんないと思うので、今後もこの数値っていうのは基本的に変わんないかなと思います。ちょっとわかんないですけど、はい、なので困ったらこの動画見てもらえると嬉しいです。はい、ではこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。